はい、どうもこんにちは。カニでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。マグロっていうことでね。それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マグロのブロック。っていうことでね、今朝、市場に行って買ってまいりました。こちらのマグロが、キハダマグロっていうマグロになります。で、なんでこれ買ったかというと、これは天然のキハダマグロなんですけども、天然のキハダマグロというよりかは、キハダマグロはわざわざ養殖しないんですよ。養殖すれば油はすごく乗るんですけど、どうしても天然だと油の乗りに差があるんですね。で、今日のこのキハダマグロ、ちょっと見てもらえばわかるんですけど、すっごい油なんですよ。生のキハダでここまで油のあるキハダはね、なかなかお目にかかれないので、買いました。値段がこれで6800円ぐらいですね。これ全部で。ちょっと食べきれないんで、みんなに配りますけども、めちゃくちゃいい買い物だなと。そしたら今日はこちらのキハダマグロを使って、キハダマグロの漬け丼を作っていきたいなと思います。そしたらまずこちらのマグロ、柵状におろしていきます。で、ここで一つ注意事項があります。で、このマグロの柵の取り方っていうのは、本当に人によってやり方違います。今日はね、僕のオリジナルのやり方でありますけど、本当マグロによっておろし方も違いますし、参考までに見ていただければなと思います。まず最初にこちらのバットに、こういう風にラップを敷きます。こういう感じですね。で、その上にキッチンペーパーを敷きます。本当はレッドキーパーとかあるといいんですけど、ちょっと今日切らしてるんで、キッチンペーパーでいきます。はい、そうしましたらマグロをおろしていきますね。まずはこの黒いところ。これね、血合いがついてますんで、これを落としていきます。これ刺身で食べるとちょっと生臭いんでね。できるだけ身を、赤いところを取らないように、血合いだけを薄く取っていきます。こんな感じですね。これフライとか煮付けとかにすると、すごい鉄分も豊富で美味しいのでね、ぜひお試しください。はい、そうしまして、このように血合いが取れましたら、ちょっとこれ幅が大きいので、半分に切っていきます。ちなみにこのマグロ、まだ皮がついてるんですけども、このマグロの皮っていうのは包丁で無理にガッてやると、ほんと硬いんで、包丁がダメになってしまいます。なので、ちょっとね、やり方があるんですよ。じゃあ真ん中ぐらいから落としていきますね。まず、ぐーっと入れていきます。できるだけギコギコやらないで、マグロは一立ちでいってください。ギコギコやっちゃうと、跡がついちゃいますんでね。で、これ、皮まで行きましたら、包丁を軸にマグロを剥がしてあげる感じでいきます。いきます。こういう感じ。切るというよりかは、ちぎるみたいな感じ。ほら、皮の断面も切ったというか、ちぎったみたいな感じでギザギザしてますよね。これだと包丁にダメージが少なく、マグロの皮を落とせますんでね。はい。じゃあ、そしたら、おろしていきます。ちなみに今日のマグロのブロックが、背中の方の頭側ですね。画像に出てると思うんですけど、この赤いマークがついてるところですね。はい。では、いよいよ柵取りをしていきます。で、こう見たときに、ここにね、筋が集中して固まってるの分かります？バーって。ここの部分を、三角とか、力肉とか、肩身とか言うんですけど、これは取っちゃいます。筋っこいので、ここに境目がありますんで、境目の上、ここから包丁を入れます。スーッと。包丁を入れていきます。で、こういう風に皮もついでに剥いでいきます。で、こっちがマグロの筋の少ない部分。で、こっちが肩の身ですね。で、この表面、すごく筋がついてますんで、皮を引く感じで、こっち側から取っていきます。こっち側から剥がしちゃうと、筋が全部ついてきちゃうんですよ。なので必ずこっち側から取っていってください。こういう感じですね。で、こっち側に筋が全部ついてますんで。で、これすごい大事です。さっきまで皮がベタって乗ってましたよね。マグロの皮っていうのはすごく汚いもんだと思ってください。なので、一回一回、もうなるべく綺麗に洗ってください。マグロ特に洗ってください。包丁もこんなすぐ油がついちゃうんで、一回一回拭き取ってってください。包丁の切れ味が悪いと、マグロ綺麗におろせないんですよ。角が立たなくてね。はい。で、これ、肩身ですね。で、肩身。こう見たときに、こう、ババ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 バって、こう、斜めに筋が入ってるじゃないですか。で、その筋を断ち切るように、おろしててください。こういう感じ。筋を断ち切るように、入れていきます。こうですね。はい。では、このように、肩の身がおろし終わりました。これはね、鉄火巻きとか、あと角切りにして、山かけとかにすると、美味しいです。はい。そうしましたら、こちらの、いい方のブロック。これをおろしていきます。筋は少ないんですけど、やっぱりまだ筋はあります。筋の多いところ、ここです。で、2番目に、ここです。で、一番筋が少ないところ、ここですね。こうした時にこう三角になるじゃないですか。ここが一番少ないです。ここのことを点身って言います。じゃあ、おろしていきます。まずこの真ん中で一回落とします。こういう感じですね。で、これで上柵と並柵できました。で、上柵の方、こういう風になりました。そうしたら筋がこう入ってますよね。なので、ここは1、
2ぐらいで落として、落としたら縦にして、1、2と落としていきます。筋に対して直角になるように包丁を入れていきます。1、2。で、これを縦にします。で、1、2と。はい、こんな感じですね。ここが天身。で、天身の2番目。で、油の乗ったところですね。で、こっちの並作を下ろしていきます。これは筋がこう入ってますんで、包丁はこう入れていきます。いきます。で、こう斜めにやっててもいいんですけど、それが難しい人は一回ここで返しちゃってください。で、返して、で、こんな感じです。で、最後はこういう風にね、三角になっちゃうんですよ、どうしても。そういう時は、ここで1個、捨て作って言って、角を1個落としてください。こんだけね。そしたらこういう風に綺麗な形になりますんでね。はい。では、ワンブロックで、こんだけできました。かなりできましたね。おろしたてのマグロ、綺麗なんですけど、冷たい冷風に当てると、もう少し赤く色味が出ます。ラップをかけずに冷蔵庫とかで10分ぐらい入れておくと、もう少し色が良くなりますんでね。まあ、今日は漬けなんで、特にそういうことはしません。はい、そうしましたら、漬けに使うタレを作っていきたいと思います。材料はこちら。みりん、酒、白だし、醤油。今日はね、濃い口醤油使っていきたいと思います。これもリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。まずはお鍋に酒。で、みりん。そしたら火をつけます。で、アルコールを飛ばします。アルコールが飛びましたら、そこに白だし加えていきます。少しでいいですよ。で、そこにお醤油も加えます。これで完成。そうしましたら、ジップロックにマグロの短冊、こちら入れていきます。で、そこに冷やした漬け丼のタレを加えていきます。で、気持ち空気を抜いて、ゼップ。はい、そうしたらこれで冷蔵庫で20分ほど寝かします。そしたら、今日はご飯をね、大葉ご飯にしていきたいと思います。なんか大葉は裏から刻んだ方が香りが出ていいらしい。で、ご飯の中に入れていきます。そしたらかき混ぜていきます。で、そこに塩を一つまみ。はい、これで大葉ご飯の完成。はい、では20分経過しました。おー、いい感じに使ってますね。そしたらこちらを切っていきます。はい、このように切れました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。美味しそうにできた。で、今日はね、こういうちょっと変わった卵、緑の一番星っていう卵を使ってます。普通の鶏の卵じゃないんですよね。なんか品種改良された鳥さんから生まれた卵らしいです。生臭みがね、少ないんですって。ほら、こんな青いんですよ。よし、じゃあまずはこの卵を割ろうかな。いきます。おー。そしたら、この卵をこういう風にマグロにたっぷり絡めて、絡んだところをこの大葉ご飯と一緒にいただきます。うーわ、うんま。やべえ。
これはうまいわ。で、おろしてすぐに漬けにして、浅漬けで丼にしたから、すごいマグロの旨味が濃いですね。油もすげえ乗ってて、でもそんなにくどくなく。で、もうちょっとこの味が濃い方が好きな方は、この漬けのタレ、これをちょっとかけてね。で、さらに、こう食べると。うわ、うまい。はい、ということで、今日はこちらのおろしたてマグロの漬け丼ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ゲームのやつ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。裏返っちまった、声が。それほど、それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はマグロのブロックをお家で作取りして漬け丼を作ってみましたけども、美味しい。なかなかね、あんだけ脂の乗ったキハダマグロっていうのは出会えないんでね、いい買い物だと思いました。次はね、一匹さばくところからやりたいですね。マグロ包丁も買ってね。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。